はい、こんばんは。占いティエンプロデュースチャンネル始めていきます。今日も見ていただいてありがとうございます。では、今日も占いの方やっていきましょう。今日はね、通変性というものをやっていきます。通変性は何かと言いますと、日韓から見た年中、月中、日中、時中、その転換と、先日お話した増刊の、そこから見た、相関関係を割り出した星のことです。その中でも月中の増刊から割り出した通変性を月子元命と呼び、あなたの性格の8割がこの月子元命で決まると言われております。これでこの星であなたがどのような人物像か、どのような運命か、どのような職が適しているのか、どのような行動をするのか等が分かると言われております。ではね、早速その出し方を見ていきましょう。割り出し方はこのように5行なので、木、火、土、金、水と並んでおります。こっちもね、この木火土金水は最初の方に説明したんで、ちょっと書かないで割愛したんですけども、わからない方は最初の方の、配信の方を見てください。これを見ると、それぞれの5行に全部で10個星がありますよね。10個。今日は名称と簡単な意味を説明していきますので、詳しい説明と意味はまた次回の動画で説明します。で、こちらから被験、これが被験、これは合剤と言いまして、2つ合わせて非合性と言います。で、この非合性が、自律神を表します。で、これが食神、これが召喚と言いまして、2つ合わせて食傷性と言います。で、これが遊び心やクリエイティブさを表します。で、これが偏在、これが正在と言いまして、2つ合わせて財政と言います。で、これがね、人脈とか、財運、字の通りお金の運とかを表します。で、これが、変換、これが正換と言います。で、2つ合わせて感性と言います。で、これは、行動力を表します。で、これは、変因、これが因住と言います。で、2つ合わせて因性と言います。で、これは、知性を表します。もともと占いは人の人生を占うことから始まったんじゃなくて、自分たちの国とか君主が戦で勝つためにそれぞれに最適な人員でしたり戦術を立てたりして、相手に勝つことを目的として始まったと言われているんですね。そのことから知性がある人はどこに配置するかとか、行動力がある人はどこに配置するかとか、管理が上手い人とかね、得意な人はどこに配置するかとか、そういったことから占いが派生していったと言われております。ではね、この通変性はどう出すかと言いますと、木火土金水をこのチャンネルの一番最初に説明したので、
日韓木の絵から見た通編成をやっていきましょう。で、実は僕自身が日韓木の絵なんですね。例えば日韓が木の絵で陽のプラスで、多中に日のと、こちらが陰のマイナスがある場合だと、プラスマイナスで、こちら小化になります。で、こちら日韓木のと、陰でマイナス、でこれ多中に陰のマイナス、日のとで、これマイナス同士なので食子になります。要するに日韓と同じ陰陽であれば被験、食心、偏在、変化、変異となるわけですね。で、日韓と異なる陰陽であれば合在、小関、正在、正関、陰樹となるわけです。それで例えば日韓の五行が水の五行の場合だと、水の五行が上に来て、その水から見た、それぞれの通変性が何かで見ていくわけですね。それで、日韓はその間から見ているので、日韓自体は通変性は出しません。で、前回増刊にも本期、中期、予期があるってお話したと思うんですけども、それによって通変性も中期、予期ってありまして、それなので人々にはそれぞれ通変性は持っているわけなんですね。それでその中でも強い通変性を明式中に導き出そうっていう話なんですよね。最初に夏至から出る通変性でその人の人物像や運命が8割方分かるとお話したんですけども、その考えではおみくじ式の判断になってしまうので、実際に鑑定するときはその他の通変性の種類とか、その通変性が何個あるのかとかね、その種類でその種類が何個あるとかを見て判断していきます。今後ねお伝えしていく中で天干とか地支の相関関係で通変性の力が弱くなったり強くなったりするんですけども、今はね、根本的な部分で、こういうふうに覚えるのが吉とします。でも人は生まれながらにもって癖とか、習慣とか性格とかね、持ってますから、僕だって、癖とかねありますしそれをね自分でも分かってるので、理解しながらね共存していくしかないんですよね。でそれでその癖から、スタートする行動はどんなに理論的で完璧であっても、またどんなに正しいことであっても、それだけではね運を呼び起こすことはできないんですよね。で一説によると運の神様は持って生まれた才能や能力で生きていくことを好まないようで、昔の古書にはどんなに立派な行動をしたとしてもそれが癖から発していることだとしたら決して開運はないと書かれているんですよね。これはどういうことかというと、自分の長所との癖と短所を理解して受け入れて謙虚さを持って行動しようということだと思うんですよね。もちろんね他人のことを、理解するのも大事ですけども、まず自分のことをね、どんな人物なのかを理解しないと他人のことを受け入れられないですよね。それでね次回はあなたの人物像や性格の8割を占めると言われる夏至元命のお話を項目ごとに掘り下げて
お話ししていきたいと思います。きっとね当たってるとかね、そうだったのかとか共感できる部分もあると思うんで、またよかったら見てください。じゃあね、今日は、長い間見ていただきありがとうございました。またお会いしましょう。バイバイ。